どうも、ケイスケです。全部入りってロマンなんですよね。なんか最近レコードとかレコードプレイヤー実は買ったんですけども、ちょっとねそれはまた別の動画で紹介しようと思うんですが、レコードプレイヤーしかりフィルムしかりアナログの世界だとちょっとした曖昧さとかその辺がロマンだったりするんですよね。なんか完璧じゃないマニュアルさみたいなのがロマンに感じるんですけども、ガジェットとか最新アイテムに関しては逆で、これ1個で何でもできるぜってやつがやっぱロマンなんですよ。でそれでこの前 Amazon を徘徊してたらですね、見つけました。もう本当にこれだけでいいやんっていうモバイルバッテリー、こちらフィリップス。フィリップスって男性用のひげ剃りシェーバーとかで有名なフィリップスが出してるこのモバイルバッテリー、本当に全部入り、マジで欲しい機能全部詰まってる夢のモバイルバッテリーでした。僕もねちょっとテンション上がっちゃって、正直モバイルバッテリーなんて死ぬほど持ってるんですよ。1万ミリアンペアから2万ミリアンペアもいろんな容量のモバイルバッテリー全部合わせると多分20個とかそのぐらい持ってるんですけども、そんなモバイルバッテリー持ったら絶対いらないのにやっぱロマンを求めて買っちゃったなっていうこのモバイルバッテリー本当にすごいので、ちょっとねこれ今日紹介したいと思って動画撮り始めちゃいました。なんか僕みたいによく旅行に行く人とかモバイルバッテリーもう2個も欲しくないわと、持ちたくないわって人はこれ超おすすめです。早速詳しくご紹介していきましょう。はい、ということで今回ご紹介するのはこれですね。こちらのフィリップスのモバイルバッテリー、正方形のモバイルバッテリーなんですけども、これさっきも言った通りもうめちゃくちゃ全部入りのモバイルバッテリーです。でまず何がついてるか簡単なところで言うとこれですね。はい、コンセントでなおかつケーブル内蔵ですね。はい、USB-C のケーブル内蔵してます。でここまでは普通にあるじゃん。最近のモバイルバッテリーってコンセントもあってなおかつこの、ケーブルもある。でこのケーブルの部分に関しては短いと思いきやここのね、輪っかの部分と連携してるので、これピューって引っ張れば長く伸びるというシステムになってるんですけども、これもある。アンカーとかから多分ね似たような構造のものが出てると思うんですけども、このモバイルバッテリーはそれだけじゃないんですよ。で見たら分かるんですけど、ここですね。ここワイヤレス充電ができます。でここワイヤレス充電もちろんスマートフォンできますよね。はい、スマホですね。スマホここにくっつきますね。見て、しかもマグネットでくっついちゃうので、もちろんここねマグセーフみたいな充電になっているので、このスマートフォンだけじゃなくてこういう AirPods Pro もくっつけて充電することができるし、なんなら僕のつけてるこのね、はい、Apple Watch Ultra 僕使ってるんですけども、これもつけることができます。ちょっとねApple Watch Ultra の場合このバンドがちゃんとセパレートするタイプじゃないとちょっとつけづらいんですけど、よいしょ、はい、こんな感じでよいしょ、これね充電することができます。でそこそこね出力も高くて、で、スマートフォンとかだと最大 15W くらいまで出力が出るのでワイヤレスだけどそこそこ充電も早いという形になります。で他にもさっき紹介したケーブルあったって言ったんですけども、実はねこっち側にもケーブルあるんですよ。でこのケーブルなんとこれライトニングなんです。ライトニングケーブル1本ついてます。正直ね僕ライトニングのデバイスほとんど持ってないからライトニングケーブルも持ち歩くことなんてほとんどないんですよ。正直1年で1回も持ち出さないなっていう感じなんですけども、唯一ね僕は1個だけデバイス持ってて、それがこれAirPods Pro の第2世代。僕今最新で使ってるのは第3世代なんですけども、こっちも第2世代の方も併用して使っていて、でなんでかっていうとこの前の旅行ガジェットの動画でもお話ししたんですけども、飛行機乗る時に僕の家の場合は iPad の音声っていうのを2つの AirPods Pro で共有しながらうちの妻と一緒に映画見たりしてるんですけども、それがなんか第3世代だとうまくつながんないから第2世代使ってるんですよね。でそれで AirPods Pro 2を充電しようと思うとここねライトニングだからあんま充電できないみたいなことがあったんですけども、このモバイルバッテリーを持っていけば、別にライトニングケーブルを持っていく必要がなく、ワイヤレス充電ももちろんできるんですけどもケーブルでも充電できるよと、いう形になっています。
でもちろんここのところを見ると外からちゃんとどのぐらいあと容量が残ってるかっていうのも分かるし USB-C ポートと USB-A ポート11でついています。で容量に関しては 15000mAh あるので、スマートフォンだったら3回ぐらい充電できるかな、そのぐらい充電できます。で出力に関しては最大で 45W までケーブルで出力することができるんで、例えば MacBook Air とかの PC にも使えちゃうという形のモバイルバッテリーです。ほんと出力も十分でケーブルも2本ついていてコンセントもついてるからそのまま挿して充電ができて、でなおかつこっちに USB-C ポート USB-A ポートで電池残量も確認ができるという、もうねモリモリじゃないいやすごいよね、すごいの。極めつけもう一個だけね機能があって、実はここですねピュッて引き出せるんですよ。でこれ何に使うのかなと思ったら、実はこうやってスマホスタンドになるんです。これあんま使うかどうかっていうのは分かんないんですけども、僕のメインスマホ今 iPhone Air なんですよ。で iPhone Air ってやっぱこの薄さがいいからあんまりここにスタンドつけたくないんですよね。だからスタンドを持っていき忘れることすごく多いんですけども、そういう時にこうやってね立てることができればちょっとしたね動画を視聴することもできるんで、そういう風にも使えるっていうのかなりいいなと思いました。はい、すごくないもうこれ全部これでいいやんと思って。だって 15000mAh するモバイルバッテリー結構持ってくの大変で、なおかつケーブルも忘れちゃうこと多いし、なんならライトニングケーブル忘れること本当に僕はめっちゃあるんですよ。とかあとは Apple Watch とか使ってると Apple Watch たまに充電し忘れてるとか、なんか充電し損ねてる時っていうのがあるんだけどないですか。AirPods Pro とかイヤホン系もそうなんですけども、やっぱこういうデバイスって日々使ってるからなんか充電し忘れてるなみたいなこともあるんですよね。でそれをもうこれ1個持っていけば出先でワイヤレス充電もできるし、ケーブルもいつでもさせるしということで、もう本当にこれ1個だけで充電問題全て解決するという代物になっています。結構感動しちゃった。ケイスケの動画で、もちろんですね、ここのワイヤレス充電の部分、iPhone とか AirPods Pro、Apple Watch だけじゃなくて、普通のワイヤレス充電対応のイヤホンにも対応してるんで、ポンと置いてあげれば、充電することもできます。かなりね安定するんで、このままね置いてあげればもうずっと充電できてるという形ですね。ということで今まで紹介してきた通り、本当に全部入りのモバイルバッテリー悩んでるならもうこれでいいんじゃないというモバイルバッテリーではあるんですが、使ってみてちょっとね引っかかった部分も2つほどあるので、それもちょっとご紹介しておくと、まず1個は重さですね。そこそこ重量感あります。15000mAh だからこのぐらいの重さかなとは思ってるんですけども、測ってみると、332g、iPhone いやもうちょい重いか、 iPhone1.5 個分ぐらいの重さですかね。そのぐらいの重さしていて、例えばこの辺のね CIO のモバイルバッテリーの重さと比較すると、1万 mAh だったら約半分 175g で、2万 mAh のものだと 331g だからほぼ一緒ですね。はい、で2万 mAh で高出力でなおかつケーブルがついてるタイプのものだともう少し重たくて 407g という形になってるんで、一般的な2万 mAh ぐらいのモバイルバッテリーと同じぐらいの重さです。なので容量からすると若干大きいっちゃ大きいんですけども、ケーブルも内蔵しててワイヤレス充電も内蔵してるっていうのを考えると、比較的軽い方なのかなっていうふうには思います。であともう一個引っかかったのは、これねスマホスタンドになるって言ったじゃないですか。で確かにこれすごく便利なんですけども、スマホスタンドとして使ってる時は充電できないんですよ。なんかねケーブルの長さが足りなくて、これねこの USB-C のケーブルをちょっとねよいしょ、はい、マックスまで、伸ばしてみたんですけども、ギリギリ届かないというか、ギリギリ届くか、ギリギリ届くけどなんかちょっと不格好になっちゃう。僕の iPhone Air ではギリギリなので、スマートフォンによってはちょっとできないデバイスもあるかなという形になります。あんまりこのスマホスタンド使うかって言われたら、そんなにねたくさんの人使わないとは思うんですけども、一応ねそういった気がかりな部分もあります。ケイスケの動画、はい、ということで気がかりな部分も紹介してきたものの、やっぱりこの全部入りのモバイルバッテリー他にはないです。マジで僕アンカーとか CIO のモバイルバッテリーも全部使ってきたけど、やっぱここまでモリモリに詰め込まれてるモバイルバッテリーってないと思う。それこそ僕みたいに結構いろんなデバイス持ってるよって人とか、あとケーブル2本以上になっちゃうんだよねって人とか、よく旅行に行く人、この辺の人はもうめちゃくちゃぴったりのモバイルバッテリーだと思いますので、ぜひ Amazon とかでチェックしてみてくれると嬉しいなと思います。ちなみに値段的には1万円いかないぐらいです。高いっちゃ高いか、ちょっと高めではあるんですけども、これだけ入ってていくつかのモバイルバッテリーとか充電まとめられるんであれば、
納得できるギリギリの値段かなと思いますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、今回の動画この辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。